魔王完全復活を目論むオール・フォー・ワンの前に立ちふさがるオールマイト。無数の個性を駆使しながら迫り来る魔王を前に、かつての盟友の娘から託された武装をまとい対抗する元平和の象徴。圧倒的戦力差を前に不敵な笑みを浮かべるオールマイトでしたが、サーナイトアイが予知した凄惨な死の運命が刻一刻と迫っているのでした。ということで今回はナンバー397ゴミ拾いの徹底解説と、アーマードオールマイトにつながる重要な伏線、劇場版第4弾の内容について考察していこうと思います。この動画はヒロアカ最新話までのネタバレが含まれるので、概要欄のジャンププラスアプリで読んでから見てね。それでは行ってみよう。今ヒロアカってどんな状況になっているの？まずは現在の状況について確認していきましょう。日本各地でヒーローとヴィランが局地戦を繰り広げている第二次決戦ですが、すでに最終局面へと向かっています。ダビは轟ショウトと轟家のみんなが止めることに成功して、戸賀卑弥呼はお茶子の個性が覚醒して戦意喪失させることに成功したんだよね。戦況的にはセロハンタが戦うタコバ競技場、青山優雅が戦う仮設要塞トロイア、黒霧に連れ去られた相沢とマイク、信楽の元へと向かうオール・フォー・ワンを阻むオールマイト、そして天空の棺を降りた信楽と村とテク。この5つの戦場が未だ決着していません。この中だと主要なのは相沢先生、オールマイト、テクの戦場がメインになりそうだね。オールマイトとオール・フォー・ワンの戦いは時系列的には戸賀卑弥呼とお茶子の戦いが決着する約20分前と明かされています。この時間軸はダビのもとに飯田天也と轟ショウトが全速力で向かっており、戸賀卑弥呼とお茶子が戦っている最中の時間軸になります。まだ群訝山荘でトガトゥワイスが無限増殖している時なんだね。巻き戻し弾によって若返り続け、個性の潜在能力を最大まで引き出せる状態になった最強無敵状態のオール・フォー・ワンに対して、無個性のまま挑もうとするオールマイトの無謀に塚内警部が愕然としている中、手にしたアタッシュケースと愛車のエルクレスが変形し、アーマードオールマイトへと姿を変えます。アイアンマンをモチーフにした変身シーンがむちゃくちゃかっこいいよね。口元のフェイスカバーを解放し、お師匠である志村奈々が大切にしていた笑顔のやつが一番強いという言葉を思い出しながら、オール・フォー・ワンを挑発し続けるオールマイト。怒りの感情が抑えきれないオール・フォー・ワンを釘付けにするためにわざと煽っているんだよね。40年以上の因縁があるオール・フォー・ワンを親友と呼び語り続けるオールマイトは、パワードスーツに内蔵された A 組生徒たちのギミックを駆使しながら対等以上に渡り合い、一方的に攻め続けます。雷くんのチャージ妻、佐藤くんのシュガーマン、セロくんのセロファンを使ってオール・フォー・ワンを追い詰める姿には興奮したよね。一見するとオールマイトが圧倒しているように見える頂上決戦ですが、実際のところ最初の一撃でエルクレスの武装は 60% 以上機能を停止しており、複数の個性を組み合わせた雑な攻撃を防ぐために展開したマントによるオートガード機能ブラックシャドウもほぼ大破。左腕と鎖骨が粉砕骨折しており、スーツの動作補助機能で無理やり動かしている瀕死の状態です。怒り心頭でブチギレてるオール・フォー・ワンもそのことに気づいているよね。ゴミ袋をまとった出がらしのゴミくずと罵るオール・フォー・ワンにオールマイトは、テクにアイテムに頼りすぎるなと忠告したことを振り返り、気が合うね親友と吐き捨てるも、その胸中ではお師匠である志村奈々と初めて出会った時のことを思い出していました。アイテムに頼りすぎるなっていうのもお師匠の教えだったのかな。もともと無個性で戦う術を持たなかった学生時代のオールマイトが、それでもヴィランと戦うために鉄パイプ一本で飛び出していったところに、ワン・フォー・オール7代目継承者志村奈々が現れたという過去が明かされた神回でしたが、オール・フォー・ワンの攻撃をさらに受け、全てのアーマーが弾き飛んでしまうところで397話は終了です。今回常闇くんのブラックシャドウをモデルにした技が登場したけど、 A 組生徒の個性はどこまで再現されているのかな。今まで登場したのはレッドライオット、セロファン、シュガーマン、黒ムチ、チャージ妻、ブラックシャドウが登場したのですが、ほぼ武装が破壊されており、残っているのはヘルメットと一部のパーツしかないため、再現できる個性は限られてきているのが現状です。あと再現できるのはどんな個性なんだろう。ヘルメット関連ならジロウ強化のイヤホンジャックによる聴力強化などですが、ほぼ瀕死の状態で聴力強化してもあまり意味がないので、
おそらく残りの再現する個性は障子の複製腕、おじろの尻尾、爆豪の爆破ではないでしょうか。最終決戦であまり見せ場がない生徒の個性中心に登場しているから、おじろくんの尻尾とかは再現されそうだけど、なんでその3種類なのさ。結論から言うと、オール・フォー・ワンを複製腕や尻尾で拘束してから爆破の機能を使って、オールマイトは自分もろとも自爆する気なのではないでしょうか。オールマイトが自爆って、そんなのトラウマ級のうち展開だよ。A 組生徒の中でも超常的な個性であるゼログラビティや創造をアイテムで再現するのは難しく、かといってジローのイヤホンジャックや葉隠れの透明化は戦いの終盤で登場する個性ではありません。残り少ない強化パーツで再現できるとすれば、複製腕や尻尾など身体機能の拡張と爆破を再現した最大火力による自爆ぐらいではないでしょうか。オールマイトが爆破の個性で自爆しちゃったら、またかっちゃんがオールマイトにとどめを刺すことになっちゃうよ。次は正式に制作が発表された劇場版第4弾とアーマードオールマイトに隠された伏線について考察していきましょう。アーマードオールマイトと劇場版第4弾が関係してくるの？それってどういうこと？公開された劇場版最新作のティザー画像では、デクとオールマイトの姿が大きく描かれています。堀越先生からは、デクたちが主人公の物語で、日本崩壊後の世界が舞台って言ってたね。時系列的にはデクが UA に帰還した直後から第二次決戦が始まる前までの数日間の出来事、具体的には4月26日から5月上旬までのおよそ1週間の間に起こった事件だと推測できます。この期間っていうと、スターが死柄木と戦ったり、 A 組が捜索隊に合流したぐらいの時期だよね。青山の裏切りが発覚する前か後かで登場人物が変わってきますが、ティザー画像を見るとデクのグローブが初音ミイにもらったグローブになっているので、青山の裏切り発覚後の時系列になります。しかしこの画像をよく見ると違和感があるんですよね。それはどういうこと？それはオールマイトのコスチュームが現役時代に着用していたシルバーエイジの肩アーマーが装着されている点です。ほんとだ、肩になんかパーツがあるね。このコスチュームはオールマイトがアメリカにいた時代に着ていたコスチュームで、日本でデビューした時にはすでにゴールデンエイジになっていることから、この映画ではアメリカ時代のオールマイトが登場するということが確定しています。崩壊後の日本が舞台なのに、オールマイトはシルバーエイジ、なんかおかしいよね。このティザー画像に隠されたヒントから考察すると、時系列的には崩壊後の日本ですが、舞台はオールマイトが親友のデイビッドと共にヒーロー活動する過去のアメリカになるのではないでしょうか。それだと時系列がぐちゃぐちゃだよ。要するに捜索隊に合流した A 組が過去にタイムスリップして過去のオールマイトと共闘するという内容になるのではないかと考察しています。 A 組がアメリカ時代のオールマイトと共闘、何それ楽しそう。この説にはいくつか根拠があります。まず一つ目はアーマードオールマイトの武装の要であるエルクレスを開発したのがメリッサであるということです。確かにメリッサが開発したって明かされているけど、なんでそれが根拠になるのさ。正確にはデイビッドが開発していたアーマードオールマイトの研究をメリッサが引き継いで完成させたのではないでしょうか。その根拠として過去にデイビッドはオールマイトのサポートアイテムとしてオートモービルを開発しており、それがエルクレスの原型になっているという点です。そういえばデイビッドも赤いスポーツカーに乗っていたね。いくら天才科学者とはいえ、未成年のメリッサがスポーツカーをモチーフに車を開発するとは考えにくく、シンプルな機能性を追求するメリッサのセンスというよりかは、父のデイビッドのセンスが色濃く反映されていると思われるデザインをしています。そしてもう一つの根拠は開発期間の短さです。エルクレスが初登場したのはデクが UA を離れ、レディー・ナガンたち脱獄ヴィランと孤独な戦いを繰り広げていた4月頃でした。おそらくこの頃にアメリカから取り寄せたというデクのミッドガントレットとともにエルクレスも日本に到着したと考えるのが妥当です。オールマイトがアメリカから取り寄せたって言ってたよね。オール・フォー・ワンが脱獄し日本崩壊してからわずか数日間でメリッサが開発したとなると、いくら天才発明家のメリッサといえど無理があるスケジュールです。確かに1ヶ月くらいで全部作ったとなると天才すぎるよ。メリッサが一から開発したというよりかは、デイビッドが長年研究開発していたエルクレスとパワードスーツを日本崩壊直後にメリッサが研究を引き継ぎ完成させ、ミッドガントレットと一緒に日本へ送り届けた
という流れの方が自然だと思いませんか？それなら時系列的にも合いそうだよね。でもさ、なんでデイビッドは A 組の個性をエルクレスに採用することができたのかな。2人の英雄の時系列って林間合宿の前くらいだから、 A 組の生徒たちも全然育ってないはずだし。その通りです。そしてその矛盾を解決するのが A 組タイムスリップ説です。そうか、第二次決戦直前の A 組生徒がタイムスリップしたら、生徒たちの個性も育ってきてる状態だから、その個性を参考にエルクレスが開発されたっていう裏付けにもなるね。おそらくストーリー的にはこんな感じになるのではないでしょうか。青山の裏切りが発覚し、一致団結してオール・フォー・ワンを捜索している A 組生徒たち。ひょんなことから過去のアメリカへとタイムスリップしてしまったデクたちは、シルバーエイジのコスチュームをまとい、デイビッドと共にヒーロー活動するオールマイトと遭遇。ヴィラン犯罪の本場ともいえるアメリカのヴィランと戦ううちに、オール・フォー・ワンの息がかかった強大な敵が現れ、A 組の生徒たちとオールマイトは共闘してヴィランを撃破。未来へと帰っていく生徒たちを見送ったオールマイトとデイビッドは、必ず来るであろう宿敵オール・フォー・ワンとの決戦の日のために、一緒に戦った A 組生徒たちの個性を参考にしてエルクレスとパワードスーツの開発へと着手するといった感じではないでしょうか。ティザー画像の「次は君たちだ」の君たちが塗りつぶされているのも、タイムスリップで過去に干渉するとまずいから、 A 組生徒はオールマイトに正体を明かさず共闘して、 A 組生徒たちを正体不明の若い日本のヒーローだと思っていたオールマイトだったけど、 UA に来て初めて A 組の生徒があの時のヒーローたちだったって気づくことを表しているのかもね。デクたちはオールマイトのことを知ってるけど、オールマイトはデクたちのことを知らないということを表現していたら感慨深いですね。第1話につながるストーリーができて、最後の映画にふさわしい展開になりそうだね。オールマイトが出会ったばかりの生徒たちを有精卵たちと言っていたのは、いつか力強く成長する生徒たちを知っていたからという伏線回収があったら最高のストーリーになりそうですよね。ということで今回は397話ゴミ拾いの解説と劇場版につながる伏線を考察をしてきましたが、いかがだったでしょうか。過去へのタイムスリップの方法や登場するヒーローたちなど、劇場版第4弾の詳しい考察はまた別の動画で解説していこうと思うので、チャンネル登録して待っててね。それでは次回の動画でお会いしましょう。テルスウルトラ。